今回の研究テーマはマーメイドのためのマスク選びです。マーメイドスイムは裸眼で行うこともありますが、水中では物がボケて見えるので普段の練習にはマスクが必需品です。でもダイビングマスクは様々な形、材質、色、用途があり、どれを選んだらいいのかと困っている方も多いのでは。今回は6種類のマスクの水中での見え方をご紹介し、それぞれのマスクレビューをいたします。あなたのマスク選びの参考にご覧ください。こんにちは、素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。 YouTube にもダイビングマスクのレビュー動画がたくさんありますよね。でも一言でダイビングマスクといっても、スキューバダイビング用、フリーダイビング用、スピアフィッシング用、スキンダイビング用、マーメイドスイム用など、どんな目的で使うのかによって全然種類が違ってくるんです。今回は特にマーメイドスイムやスキンダイビングなどで美しさや SNS 映えを重視する方、そして機能性も大切にしたい方に向けてダイビングマスクを6種類用意しました。水中での見え方、使い心地や機能などをあくまで私個人の主観ではありますがレビューしたいと思います。素潜りマーメイドスイム研究所では、素潜りやマーメイドスイムについて私自らが実験台となり検証するだけでなく、潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をして当研究所の研究員になってくださいね。では6種類のダイビングマスクレビューいってみましょう。最初は素潜り用のブラック一眼マスクです。黒いマスクはおそらく一番種類が多いのですが、視野が若干狭くなることとちょっと怖い感じに見えてしまうんですよね。私個人は黒が好きで、よくシャチなどクールなデザインのマーメイドテールに合わせていますが、パステルピンクなどフェミニンデザインのマーメイドテールには正直あまり合いません。ダイビングマスクのレンズはガラスでできたものとプラスチックのものがありまして、これはプラスチックレンズです。軽くてマスク内の空気の容量が少ないので、スキンダイビングやマーメイドスイムなど素潜りに向いています。両目が1枚のレンズになっているのを一眼レンズというんですが、一眼は眉毛までレンズ内に入るため表情が読み取りやすいんですよね。眼球だけしか見えないとあまり感情が読み取れないんですが、眉毛が入っていると表情が豊かに見えます。続いてイエローの一眼スキューバ用マスクです。これは先ほどと同じ一眼レンズですが、強化ガラスでできていてスキューバダイビング向けとなります。容量大きめでマスクスクイズも起こりやすいです。ただスキューバはいくらでもタンクから空気が吸えますから、空気の容量が大きくてもマスクブローが簡単にできますね。だからマスク全体が大きいです。その分顔の大部分がレンズ内に入るので、かなり表情が分かりやすいです。ただしこのように目とレンズの距離が遠く、シリコンのスカート部分に色がついているマスクは視野が狭くなります。ゆっくり動くスキューバならいいんですが、素早くダイナミックに泳ぐマーメイドスイムの場合、人や岩にぶつかりやすいです。泳ぐ時に注意が必要です。またレンズと目の距離があるのと、シリコンが光を通さないのでレンズ内の顔が若干暗く見えますね。でもこれはマーメイドテールの色に合わせて選んだものなので仕方がないです。映え重視で購入したものです。色付きマスクはテールやブラの色と合わせるとコーディネートが決まります。次は素潜り用のホワイトの二眼マスクです。ここ数年のスキンダイビングやマーメイドスイム界隈で人気のホワイト、どんなテールにも合わせやすく、また黒よりは可愛く見えるために女性の間で人気急上昇です。他にも変色がしにくいこと、鼻水が垂れても見えにくいことなどの理由からホワイトが選ばれています。二眼のマスクはレンズが2枚で真ん中にブリッジがありますね。なので一眼よりは表情が読みにくくなります。水中での視界は一眼でも二眼でもそんなに気になりませんが、二眼の方が目に近くなるため若干視野が広く感じます。あとマスクによっては度付きのレンズに入れ替えられるものもありますね。目が悪い方は二眼のレンズがおすすめです。これはレンズを入れ替えられないプラスチックレンズですが、軽く容量が小さめなので素潜り、スキンダイビング向けです。練習会でも同じようなマスクを使っている方をちらほら見かけます。
私も以前チェルシー先生のマスクと間違えてしまったことがあります。続いてフリーダイビング用クリア二眼マスクです。以前レビューしましたインクレディブルマスクです。プロのフリーダイバーも使用しているとにかく深く潜りたい方向けのマスク。容量がものすごく小さくて軽いんですよ。目とレンズの距離もかなり近いので視野がすごく広いです。目とレンズが近ければ近いほど広くものが見えるんですよね。だからスピアフィッシングにも向いています。顔にぴったりフィットしますし、つけている感がほとんどないです。機能性は抜群なのですが、ただ遠目で見るとちょっと怖い感じですよね。キュート系のマーメイドの方にとっては正直ミスマッチかもしれません。ブルーレンズでなくクリアレンズのものだともうちょっと怖さがなくなると思います。ちなみにスカートが黒のインクレディブルはまさにバットマンという感じでめちゃくちゃかっこいいしクールです。シャチ、ホエール、サメ系のマーメイドテールにおすすめです。5番目のマスクはスキューバ用の一眼クリアマスクです。持っているマスクの中で一番大きいです。これは以前水中ダイビングモデルをされている女性におすすめしてもらって購入したものです。顔を 120% 美しく見せてくれるマスクとおっしゃってましたね。レンズが大きな一眼ですし、眉も目もくっきり見えます。そしてスカートが透明シリコンなので目の部分に周りからの光が透過して明るく綺麗に見えるんですね。透明シリコンマスクの欠点として長年使っていると黄色く変色することと、先ほども言いましたが鼻血や鼻水が垂れていると外から見えてしまったりします。でも写真映像写りを気にする方はできるだけ透明シリコンがいいと思います。水中でも顔の表情がはっきりわかるからです。ただ容量の大きいスキューバ用はレンズがガラスで重いですし、マスクブローやマスククリアが素潜りだと大変だったりするので、あくまでも映えを重視する方向けです。最後に素潜り用のクリア二眼マスクです。これは3番目にご紹介しましたホワイトのマスクの色違いとなります。透明なので肌の色が白く綺麗に見えますね。二眼で目の間にブリッジがありますが、それでも目の表情が分かりやすいです。眉もくっきり見えています。プラスチックレンズなので軽いです。潜り込みもしやすいですし、マスクスクイズも水深5メートルぐらいですとほとんど起こりません。容量が小さいのでマスクブローの息も最小限で済みます。目とレンズの距離が近いこととクリアスカートなので視野が広いです。機能的にも問題なく使えますし、 SNS 映えも期待できると思います。個人的にはこれまでご紹介したマスクの中ではマーメイドスイムにおいては一番おすすめできるタイプです。ただですね、私の理想としてはプラスチックレンズで軽く、二眼でなくて大きめの一眼、目とレンズの距離が近くて空気の容量も最小、スカート面積が大きくて透明なもの、そしてマスクストラップがバックル式の黒なんですね。そういうマスクをいろいろ探し求めていますが、なかなか見つかりません。もしそのようなマスクを知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄などで教えてください。それからダイビングマスクと水泳ゴーグルの違いを最後にお話しします。スイミング用のゴーグルは鼻が覆われていません。これは浅いプールで使用するときはいいのですが、水深5メートル以上潜るときには適していません。深く潜ると空気が圧縮されるために眼球が押されて痛むんですね。これをマスクスクイズと言います。マスクスクイズを防ぐために鼻から息を吹き込むマスクブローを行う必要があるのですが、水泳ゴーグルは鼻が覆われていないので目のカップに息を吹き込むことができません。またマーメイドスイムでは水中でくるくる回るパフォーマンスをしますが、その時に鼻から水が入って痛むんですね。鼻に水が入らない訓練法もありまして、この動画で解説していますが、一般的には鼻を挟んで留めるノーズクリップや鼻に差し込んで使うノーズプラグなどを使います。いずれにしてもゴーグルだけでなくダイビングマスクがあると便利です。人魚の学校ではレンタルもありますが、自分用のダイビングマスクがあるといいですね。さて、マスクを購入したら次にしなければならないことがあります。
次回の動画でマスクの使用の前の下準備や長く使うためのメンテナンスの仕方など詳しく解説しますので、どうぞ楽しみにしていてください。この動画があなたのマスク選びの参考になれば嬉しいです。役に立ったという方、こんなマスク欲しいと思った方は高評価をポチッと押してくださいね。また次回の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。